ここで大盛りのパスタ、もう火を止めたらすぐこのベースが全部一気に入れます。熱々の状態です。これを一気に混ぜ合わせます。はい、こんにちは、シェフのファビューです。今日は大盛りのワンパンカルボナーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ベーコン、全卵、アスパラ、塩、黒胡椒、粉チーズ、水、オリーブオイルです。はい、それでは今日は一つのフライパンで作る大盛りのカルボナーラをやっていくんですけど、前回大盛りのペペロンチーノのワンパンをやって結構好評いただいていて、家族4人分だったりとか大盛りの2人前にすごく参考になったみたいで、今日はですねカルボナーラバージョンですね。で、大盛りで作るってなるとやっぱり卵が固まってくる問題とか結構いろいろなポイントあると思うので、これから早速ですね下処理からやっていきます。はい、それではまずはグリーンアスパラの下処理からやっていきます。で、まずは包丁で真ん中ぐらいのところに目印を軽く包丁でこう入れて、で目印が入ったらアスパラってこの下の部分、軸の部分が繊維質で硬くなってて、美味しく食べられないのでここは切り落としてしまうんですけど、ここでですねピーラーでこれからこう剥いてって硬いところが来るので、そこまでピーラーで剥いていきます。つけてこのまま下に下ろしていく。そうすると下ろしてくると硬い部分があるんですよ。で、硬い部分で止める。で、一周剥いたらこの状態になるので、この引っかかってる部分で包丁を入れて落としていきます。で、この皮と下の部分はですね、アスパラって皮にすごく香り成分があるので、この後ワンパンってことでこの皮の香りも一緒に出汁として使っていきます。で、このアスパラは長細いので斜めにこんな感じに切っておきます。で、卵は1人前全卵1個分ですね。なので4人前なので4個分の卵を割りほぐしていきます。で、全卵を混ぜるときは卵黄と違って卵白も入っているので、コシを切るように、混ぜてあげるのがポイントです。で、よく混ざったので今日は粉チーズ使っていきます。で、これはだいたいですね、30g ぐらい多めに入るんですけど、でチーズを入れたらよく混ぜ合わせておきます。はい、それでは最初にベーコンを加えて、であと少量のオリーブオイル。これはベーコンが油脂がそんなに多くないので、ちょっと滑りを良くしてあげるためにオリーブオイルですね。で、加熱していきます。で、今日使っていく鍋は結構深めのこの家庭用のフライパンなんですけど、ワンパンの大盛り作る場合はこういう深いフライパンか、あとは思い切ってカレー鍋みたいな大きい鍋でやるのがおすすめです。で、まずはカルボナーラなので、これ弱火からじっくりとまずはベーコンに焼き目をつけるっていうことがポイントで、その焼き目がカルボナーラの美味しさに直結しているので、ここ焦らないでじっくりですね炒めてあげてください。それでは今だいぶですねベーコンが炒まってきて香りが立って、ちょっと焼き色が乗ってきました。そしたら最初のポイント、このベーコンの油のところに胡椒ですね。胡椒をこれ粗くひいた胡椒をここで加えて、で一緒にちょっと炒めます。そうするとこのベーコンの油の中に胡椒のいい香りが立つんですよ。ベーコンの今具合はですねこんな感じですね。美味しそうな焼き目がついてます。そしたらここでアスパラが入ります。で、アスパラが入ったら今このベーコンからうまみが出た油をアスパラにまとわせる。で、これアスパラはもうベーコンとアスパラの炒め物って定番で美味しいじゃないですか。なのでアスパラを使ってます。はい、ここでアスパラとベーコンを、しっかりと炒めていってですね、このアスパラにベーコンのうまみをまとわせて、でアスパラにほんとちょっとだけ塩ちょっとで混ぜ合わせたら、はい、でこのベーコンとアスパラは一旦バットにあげます。でちょっと油はですねなるべくこう入れないように。そしたら今もう美味しそうなアスパラとベーコンの炒め物ですね。
で少量のこのベーコンが残ってる。でここに水が入ります。で今日は4人前量も多いので850ぐらい水が入ってて、でここに掃除したアスパラの皮、これを入れます。で水からですね、ここから沸かしていって、この沸いてる間にアスパラの香りがですね、この水の中にまた移ります。でワンパンのパスタ絶対に忘れないでください。ここに塩が入ります。4人前なので 9g ぐらいですね。これが入ることによって一緒にパスタも茹でていくので、これが塩がないともう本当に味気のないワンパンパスタになってしまうので、しっかりとした塩絶対忘れないでください。でここでベースを沸かしていきます。で今ベースが沸きました。そしたらこのアスパラの皮ですね、もう香りが出たので取り出します。これがですね入るだけで本当にアスパラの風味もしっかり移すので、皮も捨てないでしっかりこの中に入れてください。はい、それでは今沸いたベースがしっかりと作れたので、ここで大盛りのパスタ、今日はですね 320g のパスタが入ります。これで今必ず沸いた状態の湯をこの乾麺のパスタに回しかけて、で僕は毎回このやり方でパスタを沈めていくんですけど、別にこのやり方じゃなくても大丈夫ですからね。で、ある程度ですね麺がこう沈んでくるので、そうしたら麺を奥にやります。奥に押すとこのフライパンの形に沿って麺が沿うので、ワンパンのパスタは茹でてる時に必ず沸いてることは大事なんですけど、このボコボコだとちょっと状態が強いです。なので弱火にしてこれぐらいちょっとポコポコいってる状態で、袋表記プラス1分茹でていくんですけど、僕いつも説明で袋表記プラス1分の時間茹でますっていう話をしてるんですけど、これはですね実は麺とか何人前作るかによっても時間っていうのは多少変わってくるので、今日は大盛りのこの 320g って茹で上がりがですね倍ぐらいに膨らむので、600g ぐらいのパスタを茹でているっていう感覚でやらないといけないので、その大盛りのパスタをやっていく場合は麺の量、質量が多いので、その分余熱で入る力がすごく強いので、袋表記プラス1分で茹でてしまうともしかしたらちょっと柔らかくなっちゃう可能性があるので、今日は袋表記のままの時間で1回確認していきます。でも今この状態でワンパンのパスタはですね大盛りになってくると麺同士がくっついちゃう可能性が出てくるので、 1,2 回ですねこうやって触っていくとくっつかないでいい状態で茹でることができます。あとは茹で上がりまで、洗い物でやってもいいし、ワンパンのパスタは本当に便利なパスタですね。はい、それでは今袋表記8分経ったところなんですけど、だいぶですね見てください、もう完全にいい感じの状態になってて、こう下にするとまだ汁気が軽く残っている状態なので、ワンパンのパスタは袋表記になったら、で今麺もですね食べたいい状態だったので、じゃあ最後強火にしてこの最終的に汁気を詰めていきます。で汁気が詰まったところに最後に火を止めて卵を一気に加えて混ぜ合わせるという感じです。でここの汁の詰め具合なんですけど、普通のパスタだったらこれぐらいですね、今ぐらいもう余力を残した状態でこう煽って盛り付ける状態がいいんですけど、今日はですね全卵が入るタイプで、結構卵もですね液体が多いのでギリギリまでこの汁気はなくす。でそのなくした状態で最後加えていく。で汁気も詰まってきたので、このさっきのアスパラとベーコン戻します。そしたらもう実際なんですけど、僕これ卵入れなくてもこの状態でも美味しいと思います。で具混ぜ合わせる。で今汁気が完全になくなったので、ここで火を切ります。で全卵のカルボナーラを作る時はもう火を止めたらすぐこのベースは全部一気に入れます。で今フライパンの中が熱々の状態です。これを一気に混ぜ合わせます。そうするとですね、今この熱々の熱気で粉チーズも溶けて、熱々だからこそこの今いい感じにとろみもついている状態
でここで煽ってですね、濃度をコントロールして、で見てください。もうすごくいい状態ですね。いい感じになりました。はい、それではいい感じに麺にソースがしっかり絡んだので盛り付け入ります。はい、これで大盛りのワンパンカルボナーラ完成です。はい、それではいただきます。うん、もうこれは麺の茹で加減もいいし、アスパラの食感とベーコンのカリカリとパスタソースのトロトロな感じと完璧な状態ですね。で今日のこのカルボナーラの味わいなんですけど、もう子供から大人まで楽しめるようなカルボナーラのソースになっていて、これはグリーンの粉チーズでカルボナーラを作るとですね、ちょっとミルキーな味わいのカルボナーラになるので、これはこれで僕面白い味だなと思っていて、すごく美味しいカルボナーラですね。で今日のパスタはですね、あくまでもカルボナーラなので、粉チーズを使ってもパルミジャーノとかペコリーノでやったとしても、どっちにしろですね、この粗めの黒胡椒が入ってるってことがとても大事で、やっぱりクリーム系のパスタとか卵系のパスタってですね、最後まで食べてくるとやっぱりどうしても重く感じてしまうので、そこでこの粗めの胡椒がたっぷり入っていることによって爽やかな爽快感とピリッとした辛みがあるので、それが相まって美味しいというのがこのカルボナーラっていう料理ですね。はい、ごちそうさまです。今日のこの大盛りワンパンカルボナーラなんですけど、ぜひポイントを押さえて大盛りのワンパンマスターになってください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。